AI と仕事をするというのはもう全然大げさな話ではなくて、細かい作業も含めて、仕事の結構な部分をもう AI なしには動かせなくなってしまってきているんですね。ただここまで構築するには正直かなり時間がかかりました。そんな AI を雇ったワークスタイルというのがもう誰でも作れるようになってしまったんですね。それが、以前までもご紹介してきたジェンスパークのアップデートによるものです。でそのアップデートの発表イベントにも実際に参加させていただいて、いろいろと話も聞いてきました。しかもそんなソフトウェア部分をさらに強化するものとしてジェンスパークから初めてハードウェアが登場しました。それがこれなんです。このソフトとハード両面から AI が馴染むワークフローを強力にアシストしてくれるようになりました。そんなジェンスパークのアップデートについてご紹介していきたいと思います。ワークスペース 6.0 が何なのかというと、シンプルにジェンスパークの最新版アップデートではあるんですが、いくつかの目玉機能があります。そのうちの一つがセカンドブレインと呼ばれる機能です。これがまさに AI 初心者の方でもクロートレベルのことができるようになるアップデートだと思います。セカンドブレインという名前の通りで自分のことを記憶してくれる、第2の脳とも言うべき存在です。AI って忘れるんですよ、すごく。いくら自律型の AI エージェントになったとはいえ、全てを覚えてくれているわけではないんですよね。なので、結構大事なところでなんでそれ前も言ったのに覚えてないのとか、この前やり方を指示したあれと全く同じことしてほしいって言ったのに覚えてますできましたっていう感じで、全然違う形のアウトプットが出てきたりだとか、自分の情報を渡してるはずなのに前提が全然違う誰かのものだったりとか、これを解決するのが記憶装置としてのセカンドブレインなんです。この話はこの動画のいろんなところで出てくるのでぜひ覚えておいてください。で僕は実際にですね、自分のワークフローだと Obsidian っていう、外部のメモツールに AI に適宜記録参照してもらう、ある種このセカンドブレインを自作してたんですよ。これによって忘れないワークフローっていうのを実現してたんですが、これによって僕の情報は常に把握してもらえていたりだとか、あの時に言ってたあの話ちょっと引っ張り出して詳細を教えて、でまた今の状況に合わせてちょっと回答してくれないみたいなこともできるようになってました。時間軸をまたいだやり取りが簡単になったんですよね。一方で最初のセットアップがめんどくさかったりだとか、お手製ならではのそういったトラブルも抱えていました。このジェンスパークのセカンドブレインはちゃんとした公式の機能なので、本当にちょっとしたセットアップですぐに使うことができるようになります。そして、自分が過去にやってきた仕事だとかチャットでのやり取り、あとは自分の基礎情報みたいなのもちゃんと覚えておいて、当時の情報を引っ張ってきてというと、引っ張ってきてまた常にリアルタイムで記録してくれる、変なデタラメを言うことなくしっかりと仕事をしてくれるようになります。これがあるだけで AI との仕事はだいぶ楽になります。いちいち前提を共有しなくて済むので、僕のチーム部下として振る舞ってくれるためには結構大事な機能です。そんなセカンドブレインの機能を強力にアシストしてくれるのが先ほどもご紹介したハードウェアなんです。ハードウェアがこちらです。 iPhone ではなくてこっちね、こっち、でもなくて、実はこちら先ほど話した通りでセカンドブレインの機能を強力にアシストしてくれるセカンドブレインノートという AI ボイスレコーダーになります。AI ボイスレコーダーっていろいろとあるんですけど、今回大事なのはもともとソフトウェアワークスペース側を提供していた会社がソフト側からハード側に降りてきたというような部分なんですね。この流れってなかなかなくて、ハードウェアの機能をフル活用するためのソフトウェアとかアプリケーションっていうようなツールはいろいろとあるんですが、万全を期したソフトウェアをさらに強化するためのハードウェアなんですね。この位置づけが何よりも通常の AI ボイスレコーダーとの圧倒的な違いになります。カード型で厚みは本当に薄いです。2.9mm で重さも 26g。カードだいたい3枚分くらいの厚み重さになっています。でこの先ほど見せたこちらのウォレットに関しては、このジェンスパークのこのセカンドブレインノートに付属する純正と言っていいアクセサリーです。ここによいしょセットします。でスマホに貼り付ける、そんなイメージです。普段から持ち歩くこのスマホに常に携行するような形ですね。がっつりハードウェアの紹介しますけど、加工がね結構スムースな感じ、アルマイト加工のボディで質感がなんか上質な文房具みたいな、そういう雰囲気もありますね。こういう製品であるプラスチックのなんか安っぽい感じは全くないです。指紋はどうですか？
まあつきにくい方なんじゃないかなと思います。ボタンはここに1つだけで、長押しをすると今これ振動が来てほら光ったんですが、ここで録音を開始することができます。録音中は光っているので、まあ相手からもね録音してるっていうのがなんとなくこう分かりやすいような形にはなっています。なんか盗聴感は多少軽減されるんじゃないかなと。操作もこのビジュアルも含めてかなりミニマルに作られているのが特徴です。バッテリーは連続で32時間録音ができて、待機中の状態であれば60日バッテリーが持ちます。なので普段からこうすごく充電を気にするタイプの道具ではないですね。で、何よりも重要なのはこの録音した情報データの取り扱いです。ここをね結構僕も前職でこういうの使おうとしたらなんかレコーディングするのみたいなそういう雰囲気ちょっとあったんですけど、ちゃんと説明できる要素としてこのセキュリティ性の高さというのが挙げられます。国際レベルのセキュリティ個人情報の保護基準に沿ったサービスになっていて、仕事上のね結構機密性も高いような会話を預けるものとしては、十分なセキュリティが取られていると言っていいと思います。会社で使うという観点ではこのレベル感ちゃんと説明できるような情報があるっていうのも大事ですね。で、この超薄型カード型のボイスレコーダーはこちらのウォレットに収納して使うことができます。これ付属品なんですよ。ちょっと僕なんならこっちもすごいびっくりしました。こうやって入れて専用のポケットがあるのでこれで使うんです。で、ここ裏面にマグネットがついているのでここでスマホの背面とかにね固定ができるわけですね。スマホは普段から使うので、例えば会議の時にはここからさっとねここのボタンを押して録音を開始することができます。でこれスタンドなのでこれ広げてこうやってスマホを固定することができるんです。このヒンジのね作りがすごいめちゃくちゃしっかりしてて、これはすごいですね。僕が普段使ってるのがこれなんですよ。サテチのウォレットスタンドね。これは別にボイスレコーダーとか全然関係なく普通に財布各種決済用のカードとか個人の身分証明書とかを入れたり鍵も収納したりしてるんですけど、これとね瓜二つです。もう本当にサテチのこれなんて本域なわけじゃないですか。スマホアクセサリーメーカーが作るウォレットスタンドなんだけど、それに引けを取らないくらいにこのウォレットの作りがすごくいいです。なんで僕は AI サービスの紹介でウォレットスタンドのクオリティの高さを比較してるんですかね。いやでも本当にそのくらいすごいんですよ。カードはこんな感じでこっち側に1枚から2枚ぐらいで、表側にも一応ポケットがあるのでここにね1枚ぐらい入れられるような状況で、ボイスレコーダーがある分追加の収納力みたいなのはそんなに高くないです。なんかこっちとかで入れてた鍵とかも収納するのはちょっと難しいんですよね。ただですよ、これはちょっと舐めちゃいけないクオリティですね。本当にデンスパークのCEO の方が結構気に入ってそうな感じでご紹介されてたんですけど、なんかその理由がうなずけます。僕も全然これ使えますね普通に。このスタンドに AI が搭載されてるという感覚になるとすごいお得な感じすらします。ちょっと失礼、全然本域じゃない話をしてしまいましたね。そういった付属品も含めたこのセカンドブレインノートのクオリティの高さっていうのは本当に今話した通りです。こちらがジェンスパークのアプリで、アプリ上でこうやってつなぐことができます。実際にですねセカンドブレインノートが今つながっているんですが、ここでセカンドブレインノートで録音を選択します。するとさっきはボタンの長押しで録音を開始しましたが、今のスマホからの遠隔操作でも録音を開始することができるんですね。今ここにある通りで、音を録音できています。で、ここでもいいんだけどこっちで終了停止して保存を押すとですね、こんな感じで録音データをすぐにスマホ側に飛ばしてくれて文字起こしも開始してくれます。すごくないこれ。結構びっくりしたのはこのスピードです。とにかく文字起こしが早い感じがあります。これは僕はソフトウェアをずっと作ってきたからこその強みと言っていいんじゃないかなと考えていますね。なので実際に会議の中で、ここで録音をして、でもう会議中は本当に置いておくだけ。会議が終わったら録音を停止すると自動で音源が転送されて文字起こしして要約まですることができます。文字起こしはこちらで、これを要約して構造的に整理してくれているのがこちらのページです。
すごい、本当にすごい。でこれが全て JenSpark のワークスペースの中で行われているというのが大きな魅力なんです。わざわざコピペしてどっかに貼り付ける必要もなくて、 JenSpark の中でもうこの情報は共有されているので、今日のタスクとか会議で決まったことみたいなものを文字起こししたりだとか、さらに抽出したり整理したり、本当にこのシームレスさがすごいんですよ。なんか AI がハードとソフトに馴染んだ一個の形なんだなというのはすごく思いますね。ここまで来てようやく僕は議事録を AI に委ねることができるというかね、議事録担当を一人雇えるというような状況になるんじゃないかなと。で今話した通り、これは JenSpark の中で共有されるので、この情報をもとにいろんなね資料を作ってくれたり、いろんな成果物を作ってくれたりします。じゃあ実際に先ほどのデータが反映されているのか PC 上の JenSpark から見てみましょう。セカンドブレインというタブはここに配置されてます。開くと会議メモ、ここにいろいろと入ってますね。セカンドブレインノートハードウェアレビュー、ウォレットスタンド機能と品質評価、まさにこれ、まさにこれ。これさっきですよ、録音したら。本当に僕は何の作業もしていないんですが、ここに会議の内容が全て反映されているんです。トランスクリプト、文字起こしはここの下で、上にはサマリーの部分が書いてあります。これ PC ではこれを見て、でスマホでちょっとパパッとチェックしたい時にはスマホからというような使い分けも可能ですね。ということでここからはですね、実際に会議の内容を成果物にするっていうところをこの JenSpark 上でどうやるのかっていうのをお見せしていきたいと思います。今回は習字の報告をするという想定で、いわゆる習法ですね、これを作ろうと思います。ありますよね、皆さんも習法を作ったこと。習字の定例ミーティングとかで会議の内容だとか、あとはメモとか、そこまでのメールのやり取りとか、そういったものをいろいろ参照しながら同じフォーマットに直していくっていうようなあの忌まわしき作業です。同じ形のものをたくさん作っていく、フォーマットを揃えていくっていうのはもう AI がまさに得意とする分野です。こういった仕事から人間は解放されるべきなんです。早速先ほどですね、想定問答として、この会議の内容をボイスレコーディングしました。メーカーの新商品の発売にあたって習字のミーティングでの内容をこんな感じで録音してもらいました。いちいち書くのも面倒だけど、全部文字起こしにするとこんな感じ。これはめんどくさい。これも、特に何も指示を出すことなく、このくらいまですっきりと綺麗に収めてくれます。はい、サマリーとして、いくつかの章に分けてネクストアクションみたいなところまで作ってくれるんですね。これすごいですよね。この内容でも結構まとまってはいるんですが、どうしても会社の決められたフォーマットがあるので、これに沿うような形でさらに文章を再構成してもらおうと思います。新しいスキルから自分のスキルをね作るというところからやってみたいと思います。先ほど見せたこのレポートを手法として毎回作っていくために体裁を変えつつテンプレートを作ってというような形にしてみたいと思います。GO! 早っ早っ。ルミナウィークリーレポートスキル早いっすね。ということであっという間にスキルが完成してしまいました。これを自分のスキルに追加して、はい、そしたらじゃあここでですねスキルを追加して、自分で作ったマイスキルがあるので、ここからルミナウィークリーレポート、これですね、これを使用します。の体裁を整えて、さあ行ってみましょう。はい、ということで、ものの 1,2 分くらいでこんな感じで形式を整えてくれました。すごいよ。いや、これで例えばねミーティング内容本当に一瞬で理解したい人とか、あとは今後ね見返す時に内容っていつ決めたっけみたいなのを自力で探す時にもこのハイライトはすごく便利ですね。数値の部分のみここに書いてくれるので、比較みたいなのもすごくしやすくなります。そしたらこの内容をドキュメントシートにして置いてしてはい、じゃあ実際にですね Google ドキュメントを作ってくれました。ちょっと見づらいな。これとかなんかプレーンテキストになってる感ありますよね。プレーンテキストではなく見出しとして記載してもらうなど見やすさをちゃんと保ってで内容ははいこれが見たかったんですよ。まさにこんな感じ。見やすいじゃないですか。
でただここまで毎回ねやり取りするのもめんどくさいですよね。なのでこの成果物を毎週出してほしいので、一発で出せるコマンドを作成して、はい、ということで一発で出せるコマンドを追加しました。これがもうすでにスキルとして保存されているということなんですね。素晴らしい。ほら、今話してた内容はしっかりと対応しています。これで僕はもう毎週ただやってと一言伝えるだけで同じクオリティのものを出してくれるようになります。複雑なタスクって結構クレジット消費するので、こういった定常業務みたいなものはスキルとして保存しておくと、楽っていうのもあるし消費を抑えられるという意味でもすごくおすすめです。ワークスペース 6.0 の目玉機能はまだまだあって、ジェンメールというのをご紹介したいと思います。ここに、はい、ジェンメールというものが出てきています。ジェンメールの画面はこんな感じです。このジェンメールも JenSpark とつながっているというのが一番の強みです。なので先ほどまでいろいろと貯めていた情報をもとにメール文を作ってくれます。具体的にはですね、ここ新規メールをしてみましょう。はい、じゃあ実際にですね、ここの AI で作成というボタンがあるんですね。ここを押すと指示文を入力する項目が要素が出てきます。ようにインフルエンサーに送る文章を作成して、はい、じゃあこれでどうでしょう。すごい。僕が言ったのはルミナっていう商品名の話だけですね。正確な情報をあなたが引っ張り出して文章を作ってというような指示ができるんです。これは実際に会議の内容だと、はい、来月15日の発売。素晴らしい。はい、いいですね、いいですね。じゃあちょっとこれミーティングでは、実際にどのくらいの関心が集まっていそうかという話もしていたので、ここもしっかり反映してもらえるように情報を載せて、はい、これでどうでしょう。すごい。はい、プレオーダーが320件を超えており注目されています。これさ、僕自前で作ったんですよめっちゃいろいろさ、コードとかもいろいろペーストしながら作ったんだけどさ、作られちゃいましたね。もう使ってる僕だから言えますけど、これもうめちゃくちゃ便利だし、これによって僕はメールを書かなくなりました。ぜひね、このジェンメールは使ってみてください。で、ただこれジェンメールだけを使うんじゃなくて、JenSpark と連携するからこそ進化を発揮するアプリなのでね、ぜひこれは活用してみてください。で、最後目玉機能もう一つだけ、ジェンチームというのもご紹介したいと思います。これは今まで話していた僕が自前でいろいろ作って頑張っていたものではなくて、自分もまだ作れていないものになります。作れるんだけどね、やっぱめんどくさいんでちょっと手出せてないですよね。ジェンチームはここですね。はい、またなんかワークスペースみたいなものが出てきましたが、これがジェンチームのページになります。 AI エージェントをもうチームメンバーとして採用して適宜やり取りを進めていくことができるというようなツールなんです。僕のですね、優秀なエージェントチームがいるわけです。はい、ほら、プロジェクトマネージャー、テックリード、学術、ホーム、人事マネージャー、恋愛もいるんだ。それぞれの専門家みたいなエージェントを雇ってチームで仕事を進めるみたいなことができるんですね。僕もね、今まで例えばお金を相談するための窓口としてのエージェントツールだとかするビジネス系の話を相談する場所とか窓口それぞれに用意してはいたんですが、連携はできていなかったんですよね。では、チャンネルを作ってですね、新しいプロジェクトを始めたいと思います。先ほどミーティングをしたこのルミナの発売キャンペーンですね。これをじゃあエージェントのね、マーケティングの人、コピーライター、デザイナー、データアナリストを招待してやっていこうと思います。さてメンバーが入りました。それではですね、こんな依頼をしてみようと思います。リーダーはマーケティングプランナーです。マーケティングプランナー宛てに、会議メモをもとに先ほどもお話ししてた SNS の投稿キャンペーンの実施企画を作ってくださいと。この決まった条件を前提に皆さんにそれぞれ依頼を出して最後一つの企画書にまとめるというような形になります。あくまで投げるのはマーケティングプランナーで、マーケティングプランナーがいろんな専門家を動かすというような感じですね。じゃあ送信しましょう。GO! 常になんかみんな仕事してるんですよ。で勝手にファーイみたいなリアクションを送ったりしてて、いいチームなのかもしれない。
さあどう動いてくれるのかな。あ、返信が来た。面白い。承知しました。なんかね、なんか普通に楽しいっすよ。なんかコピーライターに依頼を送ってくれてますね。これ個別に依頼するのと比べて、各専門ジャンルに特化してやってくれるので、要は人間と同じですね。全領域を見るジェネラリストを1人雇うのか、それとも各領域にそれぞれの方向性だけにフォーカスしてスペシャリストをアサインするのか、どちらがいいというよりは一長一短だと思っていて、今回の場合はそれぞれのクオリティを重視したいのでメンバーを集めたような形です。マジですごいわ。もうコピーライターは仕事を完了させましたね。すごい。でデータアナリストも、計測のする指標とかをいろいろと持ってきてくれています。今作業しているのはデザイナーとデータアナリストですね。でちなみにこのチャットは僕と AI のやり取りだけではなくて人間も追加できるんです。本当にメンバーを人間 AI の境界を外してチームで仕事ができるというような場所で、スラックとかに慣れている方はボットをね入れているような感覚に近いのかもしれないですけど、よりなんか機械的ではなく人間のような形でやり取りができるんですね。ほらやってくれた。すごいですね本当に。3名の成果物が揃いました。コピーライターさん、デザイナーさん、データアナリストさん、ありがとうございます。これから一つの企画書に統合します。よろしくお願いします。実施企画書が完成しました。いやすごいね、すごいわ。本当にスラック上でチームに投げるみたいな形になりますね。でそれぞれのキャラクターとかも設定できるので、自分がモチベーション上がるような形を作ってもらえればいいかなと思います。今回のアップデートで個人的には JSpark はもういわゆるな AI エージェント系のツールから一歩抜きん出たような感覚があります。特にAI の玄人の人たちが自作で DIY でやっていったようなことを公式の機能としてリリースして、初心者の方でも導入がしやすいような形に整えてくれています。それを支えるのがこのセカンドブレインノートという、ハードウェアとあとソフトウェアのこの融合になるわけですね。使えば使うほどなんか自分の理解が AI 側で深まっていって、この AI による道具がどんどんと資産に変わっていく感覚があります。そしてこのセカンドブレインノートに関しては現在キャンペーンを行っております。概要欄のリンクから飛ぶと通常の 10% オフで購入することができます。でもちろんこの先ほどご紹介したこのウォレットですね。謎にめちゃくちゃクオリティが高いこのウォレットもついてきます。無料ユーザーの方は月300分の文字起こしと要約が無料でできます。有料会員の方は1日最大24時間、つまりほぼ制限なくこの文字起こしと要約が使えるようになっています。有料会員である JSpark プラスは月4000円程度になります。今までのオンラインだけではなくてオフライン側のデータに関しても全部取得ができて、セカンドブレインとか JSpark の機能も有効活用できるので、この価格はすごくお得なんじゃないかなと思います。ぜひぜひ概要欄の方もチェックしてみてください。ということで、AI 時代の働き方、ぜひ皆さんも実践してみてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひチェックしてみてください。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。リビングラボプロジェクトというメンバーシッププログラムもやっているので、ぜひそちらも概要欄の方からご覧ください。ということで今日はこの辺で以上、なごみ家でした。では。